行ってきます。微笑む妻に手を振った。彼女は綺麗に彩られた写真立ての中で微笑んでいる。数年前に彼女は癌で亡くなった。学生の頃に知り合い、そしてお互いに初めての恋人だった。何をするにも初めてだから、お互いぎこちなく、他の人に比べて随分とそのハードルを超えていくのに時間がかかってしまったのは、今ではとても微笑ましく、懐かしい。あと少しと願った人生の終わりは、意外にもあっけなく、私一人が残された世界は、急速に色あせていった。彼女と食べる食事が大好きだった。今ではスーパーの惣菜ばかりを食べている。休日もどこか行こうとしたところで、見当もつかない。自分一人では何をするにしても、つまらないものになってしまった。妻が隣にいる。それだけで四季折々は美しく輝いていたのだ。いつも通りに出社する。そして何事もなく業務を始め、そして定時で上がる。電車に揺られ、スーパーに立ち寄り、テレビを流し見しながら風呂に入り、一日を終える。何の問題もない、不満もない。ただ流れに身を任せる人生。パソコンの前に座り、淡々と仕事をこなす。部下から頼まれた書類にハンコを押す。出世欲は昔こそあったが、今ではもう諦めがついている。自分には自分に合った人生があるのだ。分厚いメガネからパソコンの画面をしかめっ面で眺めていると、か細い声が私を呼んだ。顔を上げると、そこには総務部の制服を着た女性が立っていた。挨拶が遅くなってしまい、すみません。私、総務部に入社いたしました、吉岡と申します。吉岡さんは鈴のように、心地の良い声で挨拶をした。私もなるべく威厳を払うように背筋を伸ばし、システム課の後藤です。よろしく。と挨拶を返した。ご迷惑をおかけすることも多々あるかとは思いますが、と再び頭を下げた彼女の姿がなぜか妻と重なり、目をこすった。どうされましたか？いや、ゴミが入ったみたいで。彼女はにこやかに笑った。どうして妻と重なるのだろう。顔も雰囲気もあまり似ていないが、それからというもの、吉岡さんのことが気になって仕方がなかった。ボールペンの液が切れただの、付箋が欲しいだのと、無駄に総務部に足を運んでは、吉岡さんと接触を図った。全然関係のない話をしてもいいですか？そう切り出したのは吉岡さんだった。後藤さんって名前を聞くたびに私の憧れの人を思い出すんです。元気にしているかな？何それ？大学の先輩とか？いえ、お花の教室で一緒だった方なんです。とっても綺麗な人で。その方が生ける花がもう美しくて。で、こんな話してどうしようもないですよね。後藤さんなんて名字、芸能人にもたくさんいるのに。へえ、私の妻もね、お花をやっていたんだ。懐かしい記憶。家でもよく生けていた。そうだ、家がこのところ寂しく感じていたのは、あの色鮮やかな花がないからではないだろうか。話をしていくうちに、彼女の言う後藤さんが私の妻であると判明した時だった。だから、そうか。彼女が妻を慕ってくれていたから、こうして佇まいや仕草が似ているのかと涙が出そうになった。そうでしたか。舞さんがいらっしゃらなくなってから、私もあまり通わなくなってしまって。そっか。今度、お線香をあげさせてもらえませんか？二つ返事をした。断る理由なんてない。妻だって喜ぶに決まっているからだ。早速次の休みに、吉岡さんは我が家に来てくれた。来客なんて久方ぶりな上に、
一人になってからというもの、掃除がうまくできていない。ごめんね、汚くて。そんなことないですよ。と、吉岡さんはガラクタで溢れた部屋の中で笑った。どれもこれも妻が見たら喜びそうだと仏壇に飾るために買ってきたものだった。中にはフランス人形なんかもある。舞さん、お久しぶりです。覚えていますか？吉岡さんが妻の写真に語りかけ始めたので、私は居間へ移動し、お茶を入れ始めた。客人に入れるお茶なんて初めて入れるもので、いつも自分が飲んでいる濃さで良いものかと戸惑った。あいにく一緒に出す菓子がない。妻ならば抜かりなく用意しているというのに。しばらくして吉岡さんが居間に戻ってきた。長いまつげは少しだけ濡れていた。ありがとうございました。久しぶりにお話ができて嬉しかったです。こちらこそ、きっと妻も喜んでいるよ。それから吉岡さんと妻という共通の話題で盛り上がった。お花教室の妻の姿を私は知らなかったので、この年になっても妻の新しい一面を知ることができて嬉しかった。そうだ、お供えのお花。もしよかったら私に選ばせてくれませんか？お仏壇用のお花も綺麗ですが、舞さんのためにお花を持ってきたくて。いつも花屋で定番の仏壇用の花ばかりを買っていたので、吉岡さんの提案は目から鱗だった。妻も絶対に喜ぶよ。嬉しかった。こうして妻のことを今でも大事にしてくれる人が私の他にいてくれたことが、妻はこんなにも慕われていて、涙が溢れてきた。人前で泣くなんてめめしいが、泣かずにはいられなかった。すると、吉岡さんも一緒に涙を流し始めてしまった。舞さん、こんなに愛されて幸せ者ですね。私もそういう人といつか巡り合いたいです。吉岡さんならきっと大丈夫だよ。だって、社内でも評判だし。彼女は静かに首を振った。怖いんです。深入りするのが。怖い？実は、私施設育ちなんです。って、こんな重たい話、聞きたくないですよね。私は急須にお湯を注ぎながら、彼女に話してくれるように促した。幼い頃に親に捨てられてそれっきり。お世話してくれた親戚もいたのですが、どうも相性が悪くて。結局誰かの家と施設を行ったり来たりの生活。やっと一人暮らしができるって時には、ほとんど人と関わるのが億劫になっていたんです。彼女は一つ一つのページを丁寧にめくりながら、絵本を読む母のような穏やかさで、生い立ちを話してくれた。確かに彼女の人生は壮絶で、私には耐えかねぬ冷たさがあるはずなのに、なぜか温かな物語のように感じてしまう。それから、大家さんの勧めで知り合いのお花教室に通い始めたんです。はじめの頃はとても億劫でした。それはまた。だって、母のことを知りませんから、そういう年代の方と果たして仲良くできるのかなって。なんせ、親戚中をたらい回しにされたくらいですから。でも、お花教室の皆さん、とってもいい人で、少しずつ私の人生観が変わっていったんですよ。特に、舞さんとお話しする時間が幸せでした。どうしてこの人はこんなにも穏やかで素晴らしい人なんだろうって。彼女の話を聞いていると、楽しそうな妻の姿が脳裏に浮かんだ。妻もまた、吉岡さんにこうして憧れを抱かれて幸せだっただろう。もう舞さんには会えないけど、私はすごく不思議な縁を感じました。後藤さんに。ああ、決して変な意味じゃないですよ。はにかむ彼女の笑顔を守らなければならないと感じたのは
この時だった。吉岡さんは約束通り、休みの日にお花を持ってきてくれた。それから妻の前で生ける。この行いが自分たちの生活の一部になり始めていると、吉岡さんから相談を受けた。私、好きな人ができたんです。誰か聞いてもいいかい？同じ会社の松村くんだった。もちろん相手のことは私もよく知っている。とても真面目で知る限り悪い噂も浮いた話もない。強いて言うなら生活感が感じられないが、彼女の思いを聞きながら彼は彼女にぴったりだと自分でも思った。どことなく二人は雰囲気が似ているのだ。そうなんだ。それはよかった。なんだか嬉しいな。陰ながら応援したい。そんな気持ちで胸がいっぱいになった。だから彼女がどうすれば彼の連絡先を知ることができるだろうかと悩んだ時は、一緒にいい案を考えた。初デートの時も一緒に服を選びに行って、それから絶対に21時には帰るように約束をした。お気づきだろうが、私は彼女に対して親心を抱いていたのだ。妻と私の間には子供がいなかった。そして吉岡さんもまた親がいなかった。お互いずっと空いたままだった関係性を埋め合わせているのだ。吉岡さんが嬉しそうに恋人、つまりは松村くんの話をするたびに嬉しくなる反面、複雑な気持ちも持ち合わせるようになった。彼女がこの先結婚をしたら、また私は一人ぼっちの生活に戻ってしまう。吉岡さんの訪問は私の残された人生の中でもかなりの楽しみとなっていたのだ。でもそんな風に自分都合で彼女を縛れるわけもなく、ただただ幸せになってくれ、そう願うばかりだった。吉岡さんを通して松村くんとも仲良くなった。3人で焼肉なんかも食べたりして、その度に、後藤さんの奥さんにとってもお世話になったのよ。と、吉岡さんは幸せそうに話をしてくれた。なんだか本当に不思議な縁ですね。と、松村くんも感心してくれた。それで、今日は改めて後藤さんにお願いがあります。吉岡さんは丁寧に椅子に座り直すと、私をまっすぐと見つめてきた。私たち結婚をすることになりました。それで、後藤さんには私の親族席に座ってほしいんです。親族席？とんでもない。会社のみんなと同じ席でいいよ。ダメです。私結婚式に呼びたい親族もいないし、そんなの寂しいでしょ？だからどうせなら後藤さんに座ってほしいなって。それは嬉しいけれど、いいのかな？実は僕は片親なんです。母親しか座れないので、だからちょうどいいって言ったらおかしな話ですけど。私はハラミを頬張りながらしばし悩んだ。私の最後のわがまま聞いてください。舞ならどうする？って、君なら親族席に座るって言うよな。二人の顔いっぱいに幸せがあふれ、そして抱き合った。やったー！二人の喜ぶ姿を見ていると、まだまだ人生捨てたもんじゃない。自分にできることがまだあるような気がして、ふつふつと気力が湧いてきた。それと同時に涙も溢れてきてしまって。年を取ると涙腺が脆くなる。おしぼりで何度も涙を拭く姿を見て、二人は笑って、こんな幸せがいつまでも続けばいいと願った。吉岡さんの訪問がなくなっても妻が寂しくないように、私は以前妻が通っていたお花の教室に通うことにした。男性は私しかいないので、門をくぐるまでとても緊張したが、皆、舞の夫だと知るや否や、とても友好的に迎え入れてくれた。あらそう、
それは舞さん喜ぶでしょうね。ここへ通う理由を述べると、全員が賛同してくれた。私が死んだって夫は何もしないでしょうね。今日帰ったら後藤さんの話絶対聞かせてやるんだから。あらあら、それで来週からは旦那さんも一緒に通ったりして。バカなこと言わないでよ。会社以外の人と知り合うのは何年ぶりだろうか。人生とは広いものだ。いかに自分の住んでいた世界が狭かったことか。でも、舞さん亡くなったなんて寂しいね。一言くらい言ってくれたらよかったのに。しんみりとした空気に包まれると、私は少し頑固な妻だったもので、でも皆さんから生け花について教えていただいて、それから妻に見せたら絶対に喜ぶと思うんです。とフォローを入れた。こうしてまた彼女が残していった軌跡をたどり、妻のことがより一層恋しくなった。それから久しぶりにスーパーでは惣菜ではなく食材を買ってみた。妻が生前買っていたレシピ本を本棚で見かけたので、適当にめくったその1ページから作ってみようと思ったのだ。無論、味は問題がなかったが、盛り付けは修行が必要そうだ。簡単に見えて彩りのバランスが難しい。それに皿の縁についたりもして。はは、こりゃ難しいな。我ながら出来損ないのシェフだと笑いがこみ上げてきた。こんなにも人生を満喫したのは久しぶりのことだった。吉岡さんから始まり、妻の人生をたどればたどるほど、そこには温かな人々が待っている。まるで、まだどこかで妻が待っていてくれる気がしてならない。それほどまでに、たくさんの人が鮮明に妻のことを覚えていてくれる。たどればたどるほど、妻の新しい一面を知り、そして愛おしさが増す。彼女は私の人生とは比べ物にならないほど、たくさんの人に囲まれ、幸せだっただろう。その証拠に、ほら、みんな君の話をするとき、とても楽しそうに話すんだよ。私は今日も花屋によって、妻へのプレゼントに悩んだ。この季節、どんな花がいいだろう。この気持ち、どの花なら表してくれるだろう。定年して残された人生をただ消費していくだけだと考えていたけれど、今、人生がこんなにも満たされたものになっているのは、間違いなく妻のおかげだ。私を幸せにしてくれてありがとう。心配しないでくれ。一人でも私はやっていけそうだ。